黒ずきんの目次へようこそ。これまで戦闘機型や鉄銃型など、マドルチェの様々な構築を動画にしてきましたが、今回はパンクマドルチェの紹介です。パンク型の強みは何といっても、召喚剣を使わずにマドルチェ展開ができる点。従来は純正弦の緊急テレポート初動だけでしたが、年末箱のクォーターセンチュリートリニティボックスでのノーパンクライジングスケールの登場により、ここにノーパンクフォクシーチューンが加わったことで、なんと計5枚の札から召喚剣を使わずにマドルチェ展開ができるようになりました。加えてフォクシーチューン初動であれば、モンスター効果を無効にして破壊できるもう1枚の新規のパンクジャムフィーバーを立てながら展開できます。マドルチェは展開が一本道かつ手数が少ないため、これほどまでにその弱点を補完してくれる出張テーマはないでしょう。また、これからマドルチェを触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅したマドルチェの教科書を開きました。マドルチェを一から覚えるにあたって、非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、マドルチェがより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。2章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章展開の紹介。3パターンの展開を紹介します。まずはノーパンクセアミンプラスコストからのパンク初動の基本となる動きを見ていきましょう。セアミンの起動効果でオクシーチューンをサーチして彼女と手札1枚を捨てることでノーパンクディアノートをリクルート。ここで発生する手札コストですが、砲術のパンクジャムフィーバーの登場で返ってくるようになりました。セアミンとディアノートでレベル8のパンクジャムドラゴンドライブをシンクロ召喚し、ドラゴンドライブの着地時効果チェーン1、ディアノートの墓地へ送られた時効果チェーン2、セアミンの同じく墓地へ送られた時効果チェーン3と組みます。逆順処理でセアミンによる打点パンプ、ディアノートで墓地のパンクを蘇生、ドラゴンドライブからは手札から SS できるサイコビールダーもしくはトラッカーをサーチ。ここで新規パンクジャムフィーバーの登場。パンク融合またはシンクロモンスターに重ねて出すことのできるこのカードは、エクシーズ素材を取り除くことでワンドローできます。レベル3が2体並んだら、ミッシング X セイバーインボーカーが立つので、その効果でメッセンジェラートをリクルートし、あとはマドルチェ展開です。マドルチェ展開を絡めることなく、パンクカードだけでニャカロンを作れる都合、参謀外プラスグラスフレを作れることはもちろん、最終的に盤面に残るリソースはマドルチェ初動よりも多いです。さて、パンクの基本的な動きを見ていただいたところで本題。冒頭でもお話ししたように、これから紹介する緊急テレポート、オクシーチューン初動であれば、召喚剣を使わずにマドルチェ展開ができます。緊急テレポート初動の場合、召喚剣を使わずにセアミンを出力できるというだけで、動きはセアミン初動と何ら変わりありません。ここからマドルチェ展開。召喚剣を残しつつ展開したい場合は、セアミン初動同様、ニャカロンからプティンセスールをサーチすることになりますが、ここまで来ればあとはマドルチェ展開するだけなので、
展開を少し伸ばしつつ、リソースがより返ってくるマジョレーヌをサーチします。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの計3妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。セアミン書道と比べて盤面にはホットケーキが、手札にはエンジェリーが残りました。そして最後に最も強力なフォクシーチューン書道の展開。セアミン書道や緊急テレポート書道とは少し展開が異なります。新規のノーパンクライジングスケールはレベル8である都合、フォクシーチューンからリクルートできず、セアミンからサーチしようにも墓地にパンクカードが超えていないためにその召喚条件を満たすことができないのですが、フォクシーチューン書道の場合、フォクシーチューンを墓地に肥やしつつ、セアミンから触ることができます。墓地のパンクを除外しつつ手札から SS し、SS 時にレベル8以外のパンクをリクルート、ドラゴンドライブをシンクロ召喚し、セイバーインボーカーの素材を集めたら目指すはニャカロンです。こちらの展開では、ライジングスケール1体分余分に出力できるので、フィーバーを残しつつ誘発ケアしながら以降の展開ができます。フィーバーでモンスター効果を無効化する際にもエクシーズ素材が必要になるので、1枚しかない素材をワンドローで切らないように注意しましょう。ニャカロン SS 後、手札のマドルチェを SS する効果を使ってしまうと、マドルチェ以外のモンスター効果が使用できなくなるため、エンジェリーから展開します。最終盤面はフィーバー、ティアラフレース、プロムナード、デセールの計4妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。第2章構築の紹介。パンク展開をすると墓地にモンスターが超えるため、それを止められた場合でも動けるよう、マドルチェ書道の優先順位の考え方としては、エンジェリー、ホットケーキ、マジョレーヌ、プティンセスールの順になります。とはいえプティンセスールに関しては大事な召喚権を使わない初動ですし、光属性や水属性の存在するパンクと相性の良くないナイト霞の春化粧を切っていることもあり、手数としてフル投入しています。プティンセスールから入った場合、相手目線通したくないでしょうし、プティンセスールを止められたらそれはそれで制約が乗らないため、パンク展開を通していけます。パンクの初動とノイズの比率は、召喚権を使わない初動が5枚、使う初動が2枚、ノイズが3枚です。手数になりづらいセアミンは絞りたいところですが、ピン刺しにすると、オクシーチューン初動の際に素引きすると困るので、召喚権を使う初動を削りたい場合は、3枚目のエンジェリーあたりを削りましょう。ノイズがやや多く、ディアノート、サイコウィールダーの採用は迷いましたが、オクシーチューンからライジングスケールをリクルートできないために、これらを採用しないと、セアミンや緊急テレポートが1枚手動でなくなってしまいます。ライジングスケールについては、他パンク初動と引きかぶることで強力な貫通札になるので、
一概にノイズとは言えないです。浮世絵パンク写楽祭や雅楽パンクワゴン、パンクジャムエクストリームセッションを採用することで3枚ドローしつつマドルチェ展開ができるのが魅力ですが、そういった背景もあり、これらノイズの採用は過剰と判断しました。その他のネックとしては、ライジングスケールが水属性のため、ドミナスパージを採用できない点でしょうか。エクストラについて特筆すべき点はありませんが、枠に余裕があるのであれば、浮世絵パンクアメイジングドラゴンを採用するといいと思います。高校で盤面を剥がしつつ、落ちのパンクを蘇生できるため、ヤカロンの素材を減らすことなくマドルチェ展開につなげてくれます。いかがだったでしょうか。ノイズが少し多く、苗と霞の春化粧やドミナスパージを採用しづらいのは明確な欠点ですが、それ以上に召喚権を使わずにマドルチェ展開ができる札が5枚あるのは互角と言わざるを得ないです。進化したパンクマドルチェ、ぜひ使ってみてください。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。